皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋ウォーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相手の方のね、後手番の嬉野流に対してね、私が雁木で対抗しまして、雁木対急戦矢倉というね、居飛車のちょっと力戦系のね、将棋に進んでいきました。中盤が非常に難しかったのでね、そのあたりを重点的に解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番です。7六歩、そしてね4二金と、ぎょっとする手ですけれども、嬉野流と言われるね指し方のね最初の一手ですね。出だしの一手となります。2六歩に5四歩、2五歩に3二金と、そして、6八銀に5三銀と。嬉野流の軸となるね考え方としては、左の銀をね早めにこう5三に持っていって角道を開けないっていうのは大きな特徴ですよね。角道を開けずに3一角から6四銀という形でこう角をね開けないことで引き角にして、角飛車角銀の連動でね相手の角頭を攻めていくっていうのが軸となる考え方になります。ということでね、その嬉野流に対して私が今回どうやって対応するかということだったんですけれども、ここで、7八金と上がりまして、8四歩に4八銀と、2四歩同歩同飛車ってね飛車先の歩を交換する指し方も普通なんですけれども、いつでもね交換できるということで、先に後手のね嬉野流の対策というかね、飛車角と頭を攻めてくるんで、こちら側の手を急ぐというのがね、今回の考え方です。で、7八金8四歩4八銀に8五歩とついた手に対して6六歩とね、これもね嬉野流を意識した指し方ですよね。角を上がって受けたり銀を上がって受けたり普通なんですけど、こうね角とか銀、例えば角で受けてもね、6四銀から例えば一例挙げますとね7四歩、これあくまで一例ですけど、こういった感じでね、場合によっては角も引いて上がった角の頭を攻めてくるわけですよね。飛車先の歩交換をこう角で防いでも結局その防いだ角をね狙ってくるっていうのが嬉野流の考え方ですので、本局はここでね6六歩と、もう飛車先の歩交換はいいですよと、この飛車先の交換されてしまいますが、その代わり6四銀から角頭を攻めてきた時に受けやすい形を作りますよっていうのが6六の意味ですね。はい。で6六歩に7四歩6七銀とね、こうやってしまうとね繰り返しになるんですけど、8六歩はいつでも使われちゃうんですが、雁木の形の方がね受けやすいんですね実はね。はい。で、6七銀に対して6二銀、5六歩4一玉、そして5七銀。さあここでですね相手の方が4四銀と出てきたんですけど、6四銀とね、嬉野流の、狙いを継続するのはこうやるんですけど、この雁木の形が受けやすいよって言ったのは6四銀に対してね6五歩と突く手があるということなんですよね。で、同銀ならば7七桂と取ればぴったりねこうなんていうんですか、銀をね捕獲することができるんですよね。で6五歩に下がってしまうとね何をやってるか分かりませんので、こうやっておくとねちょっと6四銀とは出にくいんですよね。もちろん3一角と引いてあくまでこう6四銀にこだわる指し方はあるんですけど、角がやっぱりねこう上にいるとこう7五歩の時にこう当たってきやすいんで、下だとね受けやすいんですよね。ですので、相手方も非常にね強い方なのでね4四銀と上がってもちょっと嬉野流は、諦めたということもないんですけど、陣形の再整備にかかったということですね。で4四銀に私も4六歩、3四歩に6九玉と、もうこの3四歩もね3一角と引いても、効果が薄いということで、今度これ角をこちら側に使おうという構想ですね。で、6四歩5八金6三銀と上がりまして3六歩ですね。で、8六歩と同歩同飛車と、この歩交換はね私の方はもう許すというかね、もうこの辺はここ交換はしょうがないということですね。で8七歩と打ちまして、これ8五飛車で引いたんですけれども、8二に引いていく手もあったとは思いますね。8五飛車というのは場合によっては3三桂から2五飛車という手があるかもよというね、ちょっとこう揺さぶりをかけた手なんですけれども、実際4七金と上がって3三桂と飛んでもね3七桂と対応しておけばね、これ以上こういくっていうのちょっと難しいんですよね。ですので、実戦もね4七金に対して、7三桂と
飛んで9六歩9四歩、そしてね3七桂と飛んで、で結局ね、まあこれでちょっと3三桂と行く筋がなくなったんで8二飛車と引いたんですけど、これだとちょっと一手やっぱりちょっと損した感じになったんで、まあ、少しね私の方がねここの駆け引きは得したかなと。まあ飛車がここにいるまんまでもねちょっと攻めにくいんですよね。極端なこと言うと6五歩とか攻めると逆にね7七桂8二飛車6五桂とかね、この桂馬飛車がかえって狙われちゃうんで、まあ攻めにくいということで引いたんですけどね、これですと一手ちょっと得したなという感じですね。で8二飛車に対して私の方も2四歩と、まあずっとね保留していた飛車先の歩交換ですが、ここで同歩同飛車と行きました。で、2三歩に2八飛車と、まあ2九飛車で引くのがね、まあ、近年はこう下段に飛車引くの流行ってますけど、まあ、この場合金が4七なんでね、4八ですとここに引くのが非常にいい形なんですけど、4七ですとね何かの時に斜めの駒を渡すとこう角をね打たれたり銀を打たれたりする傷が合いますので、まあ、4七金型でしたら2八に引く方がまあ形と言えますね。はい。で、2八飛車に対して5二飛車と。ちょっと後手がね苦労してる感じですかね。まあ攻めていく場所が難しい。6五歩と攻めても同歩で、まあ、同桂と取ってもね、まあ、仮に4八銀と引かれてもこれただ桂馬がね取られちゃいそうですね。むしろこう角道が通ってきちゃうんで、結構この雁木に対してね結構攻めるのが難しいということで中央に転算したんですけどね。ただ中央も非常にこう手厚い金銀3枚いるところですから、後手としてもちょっと攻める場所の取っかかりが難しいかなっていう感じですね。で5二飛車に対して私は4五歩と突きまして、3三銀に4六銀と。そうですね、なんかこう押し込んで銀の動きでね後手は手損してますし、まあ、この辺りは先手の作戦が成功してる感じですかね。まあお互いに玉はそれほど硬くないんですけれども、駒の働きという面でね若干先手の方が形が良さそうかなっていう感じですね。で1四歩1六歩に、そうですね後手もこれ以上ね結局中央にもあったんですけど攻めにくいということで2四銀をねちょっとひねった手ですね。まあ、この2二の角が使えないので何か使いたいんですけど、3一角と引くとねまだ結局ここでぶつかってますし、もっと言うとこの角がこう利いて危ないんですよね。例えば3五歩同歩6五歩とかね、同歩にまあ一例ですけど3四歩とか打たれてね、これはやっぱりちょっと2二銀では3五銀とか出られて、これもちょっと辛い格好ですよね。3一角引いてもあまりね働きは悪いということで。ということでね後手は2二の角の使い方がまあ課題なんですけど、それが難しいということで、まあ2四銀とねちょっとひねった使い方ですよね出てたんですけど、まあ、ここでね私はもうねシンプルに2五歩と打っちゃいました。これ2五歩と打ってね、銀が1三に引けば角道は通るんですけど、今度3五歩同歩同銀の時にね、まあ、すぐ4四歩と突けばせっかく通った角道止まっちゃいますし、もう1三の銀がね全然使えないようなね感じになっちゃいますよね。ですので、まあ、2五歩に3三銀と引いたんですけど、3五歩同歩同銀とね、まあ好調ですよね。2五に1回歩は打たされましたけど、これで3四歩なら2四歩と突けばね棒銀の要領で銀がさばけますからね。で後手はこれでは何をやってるかわからないということで1三角のねまあ勝負手ですね。でまあ2四歩と突くような手もあったと思うんですけど、まあ4六銀がこうじっとしたね手でして、まあちょっと悔しいようでもこの1三の角っていうのはね、いわゆる端の角っていうのはいつでも1五歩でいじめる手があるわけですよね。であとやはりね、まあ、破壊力がある時もあるんですけど、こう一方通行なんですよね。あくまでね一方通行の角っていうのはまあ結構対応がしやすい、まあ追いやすい上にまあ狙いが見えやすい端角っていうのはまあなんですかね、ゆっくりさしてねいじめる手を狙っていった方が戦い方としてねいいということですね。はい。で4六銀に対して、まあ、逆に後手の方としてはね角が出たけどまた下がるようなことになってしまったらね何をやってるかわからないということでね5五歩と動いてきました。で同歩に3四銀、この5五歩というのはテクニックで、単に3四銀ですと6五歩がねもう繰り返しになるけど嫌なんですよね。先手の角こうズバッと効いてくるのはね。ですので5五歩同歩で3四銀ということでこうね今度6五歩ならこう角道が止まってるよというねことだったんですが、今度はね7九角とこちらに引いて使う手がね今度こっち止められちゃったんで引きやすいんですよね。こっちを止められたんなら今度こちらと。で次に
3五歩と打ってしまったらゲームセットですよね。銀が捕獲してね、先手の方はこう自然な相手の攻めに対応してる感じで自然な指し手ですよね。後手の方がちょっとずつ強引とまではいかないですけどね、ちょっと無理をしながら動いてる感じで、この辺りね先手のペースの戦いになってると思います。実際はねもう次3五歩が目に見えてますから4四歩と、勝負手ですよね。これも玉頭なんでねあまりこう本意ではないんですけどね、同歩と取ってね攻めやっちゃう手もあったと思います。同歩におそらく4五歩とね打ってくるんですけど、これに対してはあるいは同銀とか同桂とかね自然に対応してもね十分だったと思うんですけれども、本譜はね3五歩ともうねじっくり押していくイメージですよね。4四歩と4五歩と取ったんですが同桂と。実際5三5七とねなんとかこう5五とですね、これは銀を取れば角を切って同金に銀を打ってね、この時にこう角道が止まってるから飛車が金絶対取れるよっていう手なんですけど、これもね踏み込んでいく手もあるんですが、先ほど言ったようにね方針としてはじっくり押さえ込みたいということで、これも同角とね慌てず取ってしまってね、やはりこうなってみるとね仮に4五銀とか桂馬を食いちぎっても同銀でこれは駒が厚すぎますよね。仮に5五飛車と来ても5六銀上がるとかやればねどうですかね、金銀がこうスクラムを組んでますからこれを押し切れないということでね、後手もとしてもこうやって勝負したいんですけどちょっと攻めきれないということで4三銀バックしたんですが、次にね4四歩というのが手筋の一手ですね。こう打って同銀とさせておいて5六銀と、これがね絶好のね雁木の形を生かした銀ね、矢倉ですと銀がここにいますからね中央が薄いんですが、ここに銀がいるともう味よくこうねグイッと銀を並べて出ることができると。で4四歩を打っとかないとこういう格好なんで逆に相手から4四歩と打たれて、桂馬を取られちゃうとね桂得という主張をね相手に与えてしまうので、桂馬を助けてから中央の厚みを作るという手順ですね。ここは先手のはっきりペースですね。先手はもう次に1五歩とか3四歩とか楽しみがいっぱいありますよね。で後手の方はもうゆっくりできないということで8八歩はねテクニックですね。この手は素晴らしい手で同金と取らすことで中央方面を薄くして6五歩ときました。ね、でただここね私の方ももう形が万全となってますから7八金っていうのはね、本譜はちょっとなかったんですけど8八歩と打ってくればもう7七桂と飛んで8九歩成に6五桂と飛んでしまって同桂同歩に、これねと金できて香車も取られちゃうんですけど、この時に今ね取った桂も3四桂で、これが私の理想図でね、こうなるとねいくら桂香を損しても、中央の付近の厚みが凄まじいですよね。これはもう先手盤石でね先手優勢です。相手の方もね、今度8八歩には取ってくれないという判断をねおそらく、されたんではないでしょうかね。この7八金に対しては、8八歩と打たずにね6六歩と取ってきました。これはね同角なら3五銀だったので一発2四歩と突きます。これがね手筋の一手で、同角ならそれからこう取ることで3五銀同銀同角となった時にね、この時にですねこの2四歩を突いてないとこうなってるわけですね。で2四歩同角を入れておくとこうなってて、この違いが非常に大きくて3三歩と打った時にねはっきり違いが出るんですね。ここにね歩がいますと3三歩に4二金とか頑張ればね、粘ることができることもあっても、ここに歩がいないとね金が寄ると飛車成られちゃうので、これはとてもじゃないけど持たないですね。金が寄るこちらに寄れば4三に金を打つような手がありますんでね。ということで2四歩がね、絶好のタイミングの手筋なわけですね。で実戦は同角と取ってもね3五銀いけないので同歩で取ったんですが、こうしておいてから悠々とね6六角と取れば今度は3五銀出れないんでね。で後手は角道が止まったんで今度2二角と引いてこちら側に利かしたんですけれども3四歩とついて、この辺りね非常に好調ですよね。これではっきり、私の方が優勢ですよね。駒の働きの差が大きいですね。実際4五銀から勝負が来たんですけど、次ね先手の馬が来ますとね3三歩成同桂同桂成っていうシンプルな攻めが厳しくて、同金同角ならどっちでも4五歩と打ってね銀が下がれば交換した桂を打っていくような攻めで、この厚みを生かしてガンガン攻めれるんですね。で3三桂成に
取ってきた時にね、同銀で取っても先手は桂馬と歩をいっぱい持ってますからね、こう2三歩と打つ手が厳しい手で、同金なら3五桂、角を引けばやはり4五桂からねガンガン攻めていけばいいということで、次にね、自然な攻めが待ってるわけですよね。ということで、実戦はこの時に4五銀が勝負手ですね、勝負手だったんですが、同銀に5四桂と、これはねもう決死の勝負手ですよね。同歩なら角を取ると、同銀同銀と取って、さあここでね銀を取ると角取られていっぺんでねまぐれてくるんですけど、次の手がね本局の決め手となりました3三桂と打ち込んでね、これが王手なんですよね。王手で、同桂はやむを得ないんですが、こうしておいてね同歩成ではなくて5四歩と、これが手順のね3手1組の決め手ですよね。角と角のね関係性を逆転させてね、逆に後手の方に壁を作らせて歩が伸びると、ここで事実上も勝負ありといった感じですね。急戦の将棋というのはお互いに玉が薄いので、攻め味がついてくるとね粘りが効かないんですよね。もうこう駒を埋めて頑張るっていうのは難しい将棋なので、一回攻め手がついちゃうとねもう攻めるしかないんですよね。でこの場合やっぱり先手の王様に寄せがないのでね、実際2五桂と飛んだんですけれども、自然に3三銀と打ち込んで、もうこれは分かりやすいですよね。はっきり、拠点もありますし、実際は6二飛車と逃げたんですけど、あとはね、寄せですね。3二銀成で、同飛車でしたら角を取って歩を成ってね自然に攻めれます。同玉にね、唯一気をつけないといけないのはこれ先手の王様が6九にいますから、角は動けないんですけどね、角は動けないんですが3三銀と打ってね、あまり説明の必要はないですね。同角なら同歩成、玉を引きましたが、いろいろあるところですけど一番分かりやすく4二金と、同飛車同銀成同玉、最後にね飛車と角をこうまとめてね取って、これははっきりしてますよね。誰が見ても。実戦は3二歩と打ったんですけど、あとはね手順の寄せです。6四角、これが一番いいとかではなくてね、自玉は安全ですので複数のね、勝ち方はあるところです。駒を取りながらの寄せで6二銀に5三歩成となりまして、馬を取れば桂馬を打ってね飛車桂で詰みです。実戦は5二金打ちと受けたんですが、3二馬と寄りまして、馬を取れば4一飛車ですね。実戦は4一銀と受けたんですけども、6三桂と打って、ここからは即詰みですね。同金の一手に4二と入ったところで相手の方の投了となりました。これはもう同銀と応じるしかないですが、4一飛車と打ってね、5二玉に4二馬、あるいは4二飛車成ということで、比較的分かりやすい即詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたしました。戦型が、嬉野流に対してね雁木で対応しまして、結果的に急戦矢倉対雁木というね構図になりました。お互いがね玉のね囲いが硬くない中でのどうやって戦っていくかっていうのがね、この将棋の大きなねポイントだったんですけれども、駒をね押し上げていく戦い方で少しずつね厚みを築いて、最終的にはねカウンターを決めて押し切るということができた将棋でした。この動画が良かった方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。